チャット GPT が進化したことで、サムネも資料もイラストも一瞬で作れるようになりました。でもこれは正しく使わないと、あなた自身が終わる劇薬になってしまいます。今回は進化した AI、チャット GPT イメージ2と AI を使えば使うほど自分が終わってしまう理由について解説していきたいと思います。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は先月リリースされて世界中を騒がせている GPT イメージ2について解説していきたいと思います。この動画は前半後半の2部で構成されていて、前半を見ると AI の異常な進化がわかります。この前半を見れば皆さんの仕事やデザイン制作のスピードが劇的に変わるのがわかるはずです。しかし本当に伝えたいのは後半パートです。 GPT イメージ2を使うとクリエイターとしてあなたが終わる理由について解説していきたいと思います。これはもう残酷な真実で、過去の事例からも同じことが起こると予測されます。予測される結末とは一体何なのか、使えば終わる理由とは一体何なのか、後半パートで解説していきたいと思います。これからの時代を生き抜くための自分自身の価値の出し方とも言えますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は、私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。イメージ2とは？まず大変申し訳ございません。録画の設定をミスってしまい、動画の動きがカクカクしている部分があるかと思います。その点ご容赦いただき、ご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。はい、それではそもそも何っていう人のために GPT イメージ2とはというところを簡単に解説していきたいと思います。イメージ2というのはチャット GPT の画像生成のことです。オープン AI が新しくリリースした画像生成 AI のモデルの名前ってことですね。ちなみにこの GPT イメージ2は無料版でも使うことができます。ただし数枚作るとすぐ制限がかかってしまうレベルなので、あまり実用的ではありません。ちょっと試してみたいっていうレベルの人には使えるかなというふうに思います。で、ゴリゴリに使っていきたいクリエイターの皆さんは GPT プラスモデルが現実的なラインです。無料版だと画像生成に制限がありとあるように、その通りです。その上に Go プランがあるんですけれども、より深く使っていきたいという人はこのシンキングモードによる高度な画像生成、こちらがより本格的なイメージ2になりますので、実質プラスプランからっていう感じです。そういう用途になっています。で、私は今もうジェミニに乗り換えちゃってて無料版を使っているんですけれども、今回のためにちょっとプラスにアップグレードしてやっていきたいと思います。これから様々な画像を作成していくわけなんですが、元とするのはこちらの私のアバターとしたいと思います。私の猫のマークが存在していたり、こちらを使ってやっていきたいと思います。で、まずは野外音楽フェスのポスター作っていきたいと思います。このアバターがギターを持って音楽を奏でているみたいな躍動的なポスターにしていきたいと思います。この画像をアップロードしてプロンプトを入力していきます。で、プロンプトがこちらですね。先ほど言った通りの内容ではあるんですけれども、サマーサウンドフェス2026というような巨大でスタイリッシュなタイトルを入れてくださいとか、出演アーティスト、日付、場所などをテキストで入れてくださいとか、そういったことが書かれています。で、生成していきたいと思います。生成。ちなみにジェミニのナノバナナプロで生成したのがこちらです。サマーサウンドフェス2026ということで、かなりいい感じにはできていると思います。スリッパも履いてていいですね。ただ私の思い描いていたものとしては、イラストじゃなくリアルでやってもらいたかったっていうのと、あとはこちらですね。文字化けしてしまっているところがあるのと、ちょっと何が書いてあるのかわかんないですよね、これ。
あと日付が9月18日から3月20日になって2月26になって、なんかちょっと意味がよくわかんないのという感じでしょうかね。全体的に日本語の文字が少し怪しいなっていう印象です。この辺がね、チャット GPT のイメージ2でどんな風になっているのか確認していきたいと思います。で、チャット GPT がこちらですね。いいですね。でも全体的に英語なのかな。でもいいですね。すごいですね。ダメ出ししようかと思ったんだけれど、あんまりできない。強いて言うなら、ここに観客がいるのはおかしいか。強いて言うならというか、ここに観客がいるのはおかしいかな。でもかなりの精度で出来上がってますね。素晴らしいです。でもやっぱりこの背面に観客がいるのは少しおかしいと思うので、そこの点を修正してもらいたいと思います。右上の方の選択をクリックして、場所を塗ります。ここに観客がいるのはおかしいので削除してくださいと。これでもう一度やってみたいと思います。はい、ということで不要な観客がこんな感じで削除されました。素晴らしいですね。私だったらこういうちょっと空いたスペースに何か文字とか入れ込んでいったりしたいなっていう気持ちはありますけれども、もっと作り込んでいけばそういうこともできるかもしれません。でも素晴らしいですね。部分的にこんな風に修正することが可能です。では続いて動画の絵コンテを作成してみてもらいたいと思います。絵コンテというのが台本をより可視化したものだと思ってください。イメージとしてはジョゼと虎と魚たちのような日常を等身大で描くような映画のジャンルで行ってみたいと思います。むちゃくちゃいっぱいストーリーが並んでますが、生成した方が分かりやすいと思いますんで、ここはそのまま生成していきたいと思います。で、画像を生成するで生成と。ちなみにナノバナナ2で生成した時がこちらです。モニター男の不便な日常というタイトルでやっていたんですけれども、外出していって日常の風景を撮影している。突然の雨でモニターが濡れてきてしまう。で、コンビニで傘を買ってモニターを拭いておしまいというような日常なんですけれども、ちょっと私のロゴであるこの猫のキャラクターがおかしくなってしまっているのと、モニターどこ行ったみたいなそういったことが起こっているのと、で最終的には第三者視点で、こうやってモニターを拭いているのということがあって、あんまり思ったようではないかなという部分があったんですけれども、チャット GPT イメージ2だとどうでしょうか。こんな感じになっていますと。素晴らしいですね。ちゃんと思った通りというか、キャラクターの同一性、キャラクターを維持する力っていうのが強そうなイメージです。で、日常的な玄関、散らかった玄関からスタートして歩いている姿が映し出されている。で、突然の雨で不便であるっていうところも同一性がすごくあって良いですよね。雨が降ってきたっていう描画がナノバナナよりも分かりやすいというか、一発でうまくいっているような印象です。で、傘を買ったシーンもちゃんとキャラクターを維持していて、買った様子が伝わるというところですよね。で、最後のシーンもナノバナナはモニターを机の上に置いてしまった感じではありますが、自分の顔を拭いているというところ、これはちゃんと理解して形にしてるのがすごいなと思います。ここでの指示としては自分の顔を拭くとかそういったことは言っていなくて、モニターを丁寧に拭くというようなことが書かれていたんですけれども、その辺がすごくうまくいってますよね。すごいなと思います。本当に素晴らしいですね。GPT イメージ2では本物のバーコードが生成できるようになっています。これ実際に読み込めるかどうかが大事なんで、実在する商品として許可なく自由に使える私の本で試してみたいと思うんですけれども、ではこちらはざっくり言ってみたいと思います。本がより魅力的に見えるようなモックアップを作り、そこに読み取り可能なバーコードを生成してみてください。
で本の画像もここにアップロードして、これを使うんだよと指定しておきたいと思います。こちらでいきたいと思います。で、生成されたのがこちらです。色味が統一されてて、すごくまとまりのある感じでいいなというふうに思います。背面はちょっとなんかアレンジが効きすぎちゃってて、実物と違うなっていう印象ではあるんですけれども、本当はこちらだけの方がより正確な情報かなというふうには思いますが、トータル的にはうまくいってるんじゃないかなというふうに思います。で、ここで一番検証したいのが普通のバーコードの正確さです。このバーコードが実際に読み取れるのか試していきたいと思います。 Google レンズのバーコードを検索ということで検索してみると、実在する書籍として認識されるということで、ちゃんと読み取れるバーコードとして生成できるようです。すごいですね。続いて ChatGPT イメージ2で私のアバターを使って雑誌レオンのようなラグジュアリーで艶っぽい王道ダンディみたいな雑誌の表紙を作成してくださいというふうにお願いしてみたいと思います。これ王道ダンディにしてもらえたら面白いですよね。いいですね。どんな風に仕上がってくるか楽しみです。はい、できましたね。こんな感じでレオンの表紙風にアレンジしてくれました。いいですね。ちょっとこの辺文字化けが見えるような気がしなくもないです。ただ他に何も指定していない、ざっくりと指定しただけだったんですけれども、こんな風にアレンジを加えてくれました。いいですね。ちなみに、ジェミニだとこんな感じに仕上がっています。私はこれはこれで好きなんですけれども、モニターライトがなくなってしまっているというあたりで、キャラクターの同一性なんかがちょっと怪しいかなというところでしょうかね。雰囲気としては私こっちの方が好きだったりしますけれど、この辺は好みが分かれるところかもしれません。続いてキャラクターシートを作成してみたいと思います。私の画像をアップロードしてキャラクターの情報を入力していきたいと思います。名前が専門学校講師のいられさんで、3面図を生成してくださいという内容です。で、モニターだったりライトだったりなどなど、いろいろな情報を入力して画像を生成するということでやってみたいと思うんですが、どのように出来上がるでしょうか。ジェミニだとこんな感じで仕上がりました。あまりプロフェッショナルな印象は受けないかなっていうところですね。なぜかこの人座ってますしね。こんな感じで出来上がっていたんですが、チャット GPT だとどうでしょう。はい、ということで出来上がりました。こんな感じですね。こっちの方がよりうまく生成できているなっていう印象です。いいですね。うまく出来上がってますね。ご自身の設定をこんな風にね、やってみるのも面白いんじゃないでしょうか。自分の特技とか趣味とか、そういったものを情報として渡して、キャラクターの設定シートみたいな、そういうのを生成してみるのも面白いような気がしています。ということで、チャット GPT イメージ2は本当に進化していたと言えると思います。ナノバナナを終わりにするというような意見も目にしましたけれども、確かにこちらの方が優れているなということが多かったように感じます。私今もうすでにジェミニ派なんで、ちょっと悔しい気持ちはあるんですけれども、チャット GPT のイメージ2の方がうまくいきそうだなっていう風には感じました。ポスターの制作などね、皆さんの身の回りの困ったことをぶつけてみると面白いかもしれません。で、ここまでで前半部分は終わりです。チャット GPT 進化したみたいだからちょっと使ってみたいなと、そのくらいの軽い気持ちでこの動画を見ていた方はここでおしまいです。この先はもっと深い考察パート、未来予測のパートになります。残酷な真実をお伝えすることになるので、ライトな人たちは見ない方が良いかと思います。それでは後半行ってみましょう。後半パート、使えば自分が終わる理由
では前半パートで確認したイメージ2、ものすごい進化だったんですけれども、こういった画像生成 AI で世の中が便利になった後、私たちクリエイターは一体どうなっていくのか、過去の事例をもとに未来を予測していきたいと思います。で、チャット GPT イメージ2、私の正直な感想としては本当に便利だと思いました。仕事のスピードも異常なくらい上がるはずだと思いますし、正直勝てないなと感じる部分もあります。でもこれを自分のクリエイティブの中心に置くつもりはありません。もしそういった使い方をすると私自身が終わると思っているからです。それはこのチャンネルを見ているあなたにも伝えておきたいなと思って後半パートを用意いたしました。 AI をメインとして使った人も終わる。よくクリエイターの仕事がなくなるとか、イラストの仕事がなくなるとか、リサーチ業務が奪われるとか、いろんな終わる論が飛び交っています。実際に AI に置き換わってしまう仕事もあるかと思うんですけれども、私の意見としてはもう一つプラスしたいところです。それが AI をメインとして使った人も終わるです。メインとして使った人も終わるというのがポイントですね。大抵の専門職の人が口を揃えて言っているんですけれども、今の AI が生成するものは80点の出来だみたいなことをよく言ってるんですね。最後の最後で必ず人間の力が必要になるという主張です。私も全く同意見です。これが感覚的に分かりにくいと思いますので、80点の出来というのがどういうものなのか、例として前回の動画のサムネイルをイメージ2に作ってもらいました。それがこちらです。どうでしょうかね。色や形、構成はとてもよく似ているんですけれども、良くも悪くもどこでも見かけるようなサムネイルになっていると思いませんか？似たものではあるんですが、私が作ったサムネイルの方が個性や人間味が乗っかって面白そうに感じられると思うんですが、いかがでしょうか？こういったところが80点の出来だと言われるところで、制作物そのものがまだ AI には勝てなくないという理由に結びついています。でもその残りの20点だけで使うと終わると言ってるわけではありません。もっと深刻な事態になります。それは過去の事例から予測していきましょう。過去の事例では、似たようなことが起こった過去の事例について紹介していきたいと思います。 AI の登場はよくインターネットの普及や産業革命などに例えられるんですが、もっと分かりやすい身近な例で言うなら、皆様よくご存知のイラスト屋さん、この事例が現状とよく似ているんです。今や誰もが知るイラスト屋、私もよく使いますし、大変お世話になっています。なんといっても無料で使えて、バリエーションが豊富で便利で汎用的、こういった利便性で強烈な支持を得て普及していったという経緯があります。この経緯は今のイメージ2と非常によく似ていると思いませんか？無料で使えてバリエーションが豊富で便利で汎用的、ほぼ同じですよね。であればこの事例に倣ってイラスト屋さんのイラスト、ずーっと使ってきた人の現在を確認すると将来の予測につながるかと思います。このイラストをずーっと使い続けている人といったら、例えば YouTube などの雑学系動画クリエイターとか、まとめ系クリエイターとか、そういった方たちが当てはまるかなと思うんですけれども、その制作者って覚えてないですよね。私は一人も覚えていません。この素材を使うことでクオリティは担保できるけれども、人の記憶には残らない。本当の制作者が見えなくなります。記憶に残るのはイラスト屋さんだけ。全部イラスト屋さんが持ってってしまうんですね。イラスト屋で解説しているチャンネルという印象だけが残って、制作者の顔が完全に消えてしまうんです。AI でもこれと同じことが起こると思います。AI に全振りしてアウトプットしている人は制作者の顔が全く見えなくなります。 AI はより汎用的でユーザーの好みに合わせて素早く画像で出してくれるはずです。でも
そうして作られたもので評価されるのはあなたではなく AI です。素晴らしいサムネが作られてもチャット GPT ってすごいねっていう話になりますし、完璧な資料を仕上げてもチャット GPT ってすごいねっていう話になります。クリエイターだけの話ではありません。普通の一般会社員がものすごい業務効率を上げたとしても、それを全て任せていては結局チャット GPT ってすごいねっていう話につながっていきます。AI に全てを任せきっていると、あなた自身のキャリアやブランドには全くつながりません。AI に全振りして使うと終わるというのはこういうことです。誤解しないでいただきたいのは、絶対に使ってはいけないと言ってるわけではありません。私もこれからツールとして使い倒していきます。でも必ず最後に人の手は入れましょう。あなたの意図を入れてください。これがなければあなたの仕事は価値がなくなります。人が人に惹かれファンになるというのは完成品そのものだけではなくて、なぜそのデザインにしたのか、なぜそういう流れにしたのか、過程に惹かれるものなんです。あなたの試行錯誤やプロセスにこそ人は心を動かされます。これから先どれだけ AI が進化しても絶対に置き換えられないものがあなたらしさです。わかりやすいからこの人がいい、ユニークだからこの人がいい、なんとなくだけどこの人がいい、こういった理屈を超えた感情、執着に近いような感覚は AI には絶対に生み出せないと思っています。だからこそ今私たちがやるべきことは自分らしさを出していくということです。クオリティで AI に勝てなくても構いません。もともとナンバーワンしか活躍できないような世界ではないからです。あなたがいい、あなたが好きだと言ってもらえるように今から自分らしさを出し続けていきましょう。それがこれからのクリエイターにとっての唯一の特効薬だと私は思っています。ということで今回の動画は以上となります。ここまでご覧いただきありがとうございました。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。